まあ、お寿司屋さんと和食のお店合わせて8年お刺身とか煮炊き物とかここでグッと全部覚えて、旅行者の方の方が増えてきて、海外の方が多くて、キューベイってインターの4年修行して、島根の宍道湖の野絵分けしたところ、そこで4年間できることで仕事していこうみたいな。10年ぐらいになるかな、この包丁を使い始めて、お客さんに喜んでもらえたらいいなっていう、まあいい経験だったのかなと今は思うんですけどね。いい匂いしますよね。でお醤油も特製で作ってるんで。良い一日を。どうもありがとうございます。良い一日を。お願いします。
食店とは思えないような厨房ですね、これね。家庭用キッチンみたいなところで。ミルキークイーンっていう長野県のお米使ってます。長野が地元で、その信州ミルキークイーンが一番いろんなおかずに合う。よりお米の美味しさがすごい伝わってますから、お客さんとかに。12時ギリギリまでに入ってもらえる時は、木曜日だけお休みで。放送さん以外の方もやっぱ来ますか？基本海外の方が多くて、最初の頃は芸構想の人とか入ってくれてたんですけど、来てくれてたんですけど、もう今ちょっと旅行者の方の方が増えてきて、なかなか入れない状況みたいな。まあ、お寿司屋さんと和食のお店合わせて8年ぐらいはずっともう下積みっていうか、もうね、雑用みたいなことばっかしてて、最後の2年ぐらいかな、コロナになる手前ぐらいだけがっつりそのお刺身とか煮炊き物とか教えてもらって、そこでグッと全部覚えて、まあいい経験だったかなって今は思うんですけどね。和食のお店で、そうなんですね。キューベイって知ってます？キューベイってめっちゃ有名なお寿司銀座の屋さんですよね。あそこで5年修行して、4年修行して、その後味吉兆って吉兆ののれん分けしたところ、そこで4年で、最後にその沖縄料理居酒屋で勉強して、でその沖縄料理居酒屋が沖縄にも店舗あったんで、そこで転勤で転勤して独立しようってなって、どうしようかなってなった時にここ出会ったみたいな、で朝ごはん、僕の料理になったのは日本一の味をいろんな人にいっぱい広く知ってもらいたいっていうので、日本一のところに修行しようっていう、そこがきっかけで、なんか日本一のところばっかできることで仕事していこうみたいな、まあ、頑張ったおかげでみんなお客さん喜んでくれるんで、ご飯とかお味噌汁とか、やったかやったなみたいな。ずーっと下積み、下の子がおったことがないんですよ。みんな辞めてっちゃって、まあ僕がフォローできなかったのもあるんですけど、だからずっと先輩の仕事をやらせてはもらえないけどずっと見てたり、あとまかないは毎日作ってたんで、まあその部分ではそのお客さんに直結するわけじゃないけど、お客さんに提供する先輩たちの胃袋を掴んでたみたいな、そういうのはすごいいい経験になりましたね。十何年間かずっとまかない作ったりとか、お米洗ったりとか下積みの準備のところ続けるの大変ですよね、やっぱり。そこで勉強させてもらって、そこも沖縄料理の居酒屋で日本一なんですよ今。そうなんですか。全国で14店舗かな、沖縄3店舗とか、東京大阪って、テリトリーっていうお店で、沖縄酒場ハイサイっていうお店でやってるから、会社がテリトリーっていうか、そこで4年間ぐらいその店長経験とか経営の勉強させてもらって、
で今やっと独立。はい。そうそうね。まあでもそうそう、その先輩たちに今のこの状況見てたらね、なんか何してんねんお前みたいに言われそうですけど、お客さんに喜んでもらえたらいいなっていう。年にね1回ぐらいね、先輩がポロッと言ってくれるんですよ。もうどこにも載ってないようなコツっていうか、その経験の中での、そこで一気にハッと技術になるんですよね、やっぱ。そう、それはねやっぱ YouTube とか見てても絶対出てこないし、はい。だしなんかその下積みしてないとそれが伝わらないですよね、結局。そうですよね。言っても、はい。うん、へーってそうなっちゃうから、そこはやっぱなんか非効率だけど大事なところであるかもしれないですね、日本料理の中で。それで今水切りしてます。他のしじみですか？これはね、島根の宍道湖のあしじみを、はいはい、その和食やってた時のはい。つながりではい。送ってもらってます。はい。それで出汁取れたら、あと味噌、すごいこうなんか染みますよね、はい。お酒飲んだ後に最後。そう、沖縄はやっぱお酒飲んじゃうんで肝臓疲れるんで、そこのそういう人たちに飲んでほしいなから始まった。はい。でお味噌が久米島味噌って言って、まあ、沖縄本島で会社はあるんですけど、久米島出身の方がやってるお味噌、白の合わせですね。言語が強いっていうのでテーブルチェック入れてやはい。ってるんで、まあでもいろんな人に、ね、日本の味知ってもらえたらね、嬉しいですよね。なんかこうだいぶ刃があれですよね。使い込んでのこの薄さなんで。これはねもうそうですね、もう10年ぐらいになるかな、この包丁を使い始めて。そう、なんかもうトイレで、だってめちゃくちゃ刃がそう、なんかこう形変わってくるんですよね。はい。ね、だってめちゃくちゃ薄いじゃないですか。そう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 、はい。自分が今使い勝手がいいそうなってきますよね。そうそう、はい。なんか包丁研ぐのも結局最初からはうまくなくて、はい、何本も包丁ダメにして、はい、こうだんだん上手になっていくんで、そういうのも修行ですよね。なんか、はい、特にお寿司屋さんとかは包丁1本で何でもするっていうのが、はい、あれなんで、1本の包丁だけで何でもするんで、はい、その包丁になんか個性が出てきますよね、その人の。はい、ね、使い込んでる。でもこっちの方買ったの早いんですよ。はい、買ったの早いけど、なんかちっちゃすぎて使いづらかったんで、はい、次買ったやつが主なそう、はい、こっちが正代っていう大阪の包丁屋さん、はい、でこっちがね堺一文字って道具屋筋に売ってる包丁屋さんで、はい、うちはもうなんか焼き魚結局これで焼かなきゃいけないんで、先焼いて、はい、提供前にちょっと温めるみたいな
感じで伝えるやつです。これで、はいご飯と味噌汁がうちはもう売りなんで、はいそこにフルベットして、はい。あとはまあそのご飯に合うおかずっはい。てところは日本なところではい。準備してはい。日本食を楽しんでもらうっていうコンセプトでやってます。よし。お願いします。何名様ですか？何名様、じゃあこちらどうぞ。いいですか？はい、どうぞ。ありありがとうございました。乾杯です。熱気が。本日は丸鶏の塩ラーメンです。オープンします。今日もよろしく。ガフね。しました。そしてここだ。あちらです。お待たせしました。お待たせしました。でもね、ありがとう。こう前からしっかり準備したい人とか、こうはい。直前までやらない人とかいろいろ分かれるじゃないですか。僕はなんか結構まあ教えられてきたのもそうなんですけど、直前でしかはい。準備したらダメみたいはい。な中で育ったんで、はい。結構手は僕遅い方なんですけど、それでもなんかもうガッと早くやっちゃうんで、その結局ね、なんか早めから準備してもはい。あんま変わらないっていう。むしろなんか早くから来てるのに準備間に合ってなかったらその方が腹立つんでそうもうギリギリで終われるぐらいでちょっと刺激与えてます自分に。ちょっと予約のお客さんのおにぎりとか作ってきます。あ、はい。焼きおにぎり。はい。忙しくなりすぎてお米が前にはなくて、はい。あ、もう握ったんですか？これこっちで取ります。あれやったらこれで焼いていきます。はい。こんな感じで。はい。あ、いい感じ。いい匂いしますよね。すごいおにぎりが人気なんですよね、やっぱ。そのうちの焼きおにぎりはその信州ミルキークイーン使ってるんで、なお食べた時の感動は外パリッパリで中ふわふわの粒立ちがあるのが特徴の焼きおにぎりですね。でお醤油も特製で作ってるんで、こんな感じでちょっとご案内しますね。おはようございます。バナナ？はい、上か。ディセドリンクセット。うん、ベーコン。あ、
いい色になってきましたね。そうですね。めちゃくちゃいい匂いします。そう、これが人気なんですよ。これまた3倍半あるんですよ。今日に限ってめっちゃなんか天気曇りぐらいが良かったですね。ちょっとおにぎりと、油脂豆腐のセット、青さの油脂豆腐のセットで、先月ぐらいにできた新メニューで人気のやつ。おはようございます。2名様。ちょっとだけ今お料理提供順番に提供してるんでちょっと今油脂2個分ぐらい。ホットコーヒーホットと沖縄ベーどう思いましょう。こっから取ります。おはようございます。2名様。こっち1名様持ってくね。お待たせしました。一杯分やね。そうです。スプーンいくら150です。オッケーオッケー。ご飯上からでいいですか？熱いから気をつけて。はい。ご飯の量これぐらいでいいですかって聞いてくれたら。はいお待たせしました。オレンジジュースね。ホットコーヒーです。ここに営業に一点集中したいです。っていうのもいくら仕込み頑張っても出す前に熱々だったりとか、出来たてを提供できなかったらもういくら綺麗に仕込んでも美味しさって伝わらないんで、ここだけがもう凝縮して全部フルの一日の力使うみたいな感じでやってるんでピリピリしちゃうんですけど、営業前だけ本当に真剣に集中するみたいなのを大事にしてます、仕事で。これからポーク卵おにぎりを通ったんで、ポーク卵おにぎり作っていきます。はい。はい。丸々卵1個分。
で海苔を良い一日を。ありがとうございます。良い一日をっていいですね。いいですよね。そう。結構旅行で楽しんだ最終日の朝って疲れ切ってるけどまだもうちょっと楽しみたいっていうところがあると思うんで、そこでこう日本らしいお味噌汁とご飯とおかずとっていうので食べながらも次にまたそのご当地のもので最後まで楽しめるように。食べた後に最後に良い一日をってなったらなおさらいいなっていう。その日一日がそのテンション決まっちゃうぐらい大事だと思ってるんで、そこをいい気分で行ってほしいっていうところはいろんな角度からこうアプローチしてできるようにはすごい意識してますね。ありがとうございます。前の職場の先輩たちが来てくれたんで、社員旅行で沖縄来てるんで、ここ来てくれた。久しぶりでよかったこれ。いや、ほらありがとうございます。天気晴れてよかったですけど。どうもありがとうございます。Thank you。ありがとうございます。良い一日を。Have a nice day。ありがとうございます。こんにちは。ベーコンが出てなかったらしいです。おはよう。そうです。すみません、おにぎりご注意ください。うん、あ、鉄板のせといてくれる。ドリンクセットなのでドリンクだけ。あ、はい。どうもありがとうございます。良い一日を。どうもありがとうございます。Thank you。良い一日を。Have a nice day。す。